ミッション2はクリエイティブ評価となります。カメラの前に立って自分自身を表現することです。もうどうしようと思ってめっちゃ終わりや。器具の名前だけ教えて。誰かこれ何をする道具かだけ教えて。これがいやもう自分じゃないのか。ミッション2の結果発表 VTR に今回なってます。そんなに違うんだ。ちなみに発表順は11位から発表します。11位から1位まで。それ最後12位で30位。この番組なんですけど、上位の3人に関してはゴールドバッジをつけることになります。番組のシステム上、赤いバッジが2連続すると脱落っていうシステムなんですけど、でも選手の方のスタイリングがめちゃすごいめちゃくちゃ良かった。そういう感度が高いっていうか、勘がいいみたいなところはあるかなって思いますね。勉強して考えてる感じがあったんで、自分が好きとかそういうのを置いといてこう見せた方がいいんじゃないかっていうことに対してすごくまっすぐ考えてる感じがしたんで、すごい良かったですね。11位が鈴木優也くんです。鈴木優也くんです。恥ずかしい。まあとりあえず良かったなっていうのは正直ある。自分の中では本当に赤バッジを確保してたので、後悔してるのは自分で本当に着たいなって思った服を選ばなかったのはちょっと後悔したのかなっていうのは、自分で本当に着たいやつを選んだかって言われたら全然選んではないので、まあ自分の狙いに行ったっていうのを、ちょっと狙いすぎたのかなっていうのを感じますね。お洋服が似合うスタイルだなということと、多分すごい緊張されてたからだと思うんですけど、まだ結構硬くて、多分自分が持ってるいい部分を分かってらっしゃるんですけど、なんかそれの出し方がちょっとまだどうすればいいのか分からないっていうのがすごくあったんで、なんかがっつりプロデュースしてあげた方がとてもいいじゃないですか。自分の世界観ちゃんと持ってて、それをもうちょっと自信持ってやっていいなっていう。10位が藤野達樹くんです。藤野達樹くんです。僕に関しては一つチームを獲得してしまっているので、とてもここでやってしまったら
番組に脱落してしまうという気持ちがあったので、まずはほっとしてるんですけど、自分の世界をちゃんと持ってるよみたいなのはこう見てもらえたので、そこは一つプラスになったかなって思いますし、そこでそこが知ってもらえたってことは、じゃあ次どう出していくかっていうところにステップアップができると思うので、そこをクリアしていけばミッション3でも加点にはなると思うので、そういうところを狙っていきたいなとは思います。一番なんかこの時間、もうちょっと時間があればとか場があればすごく良くなるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。彼はまだ見てる世界が狭いというか、そういう意味で言うと本当にポテンシャルはめちゃくちゃある気がするんですけど、だからもっともっといろいろ見てるとなんか表現する気がしますね。9位が宮沢亮太郎くんです。宮沢亮太郎くんです。デビューメンバーが6人なので、やっぱ9位で入るって言いたいので、次に向けて頑張って、絶対頑張ってデビューしたいなと思いました。頑張ります。時間があったらもっと伸びるんじゃないかって言ってくださったことはすごい嬉しいなと思っているんですけど、やっぱりもっとそうですね、素人感を出さないで、いきなり撮影ってなった時にもっとガラッと変われるようになりたいなって思いました。超強いなと思ってて、俺らめっちゃ内心超不安です。全然できるかもう不安すぎて、めっちゃもうなんか189ってきてデビューに持っていけるか分かんなくて、もうなんかその自分の枠があるのかなっていう心配がめっちゃ大きくて、センター感が一番この14人の中であるよっていうのを結構言ってくれて、みんながそれで自信がつきました。でも賞味結構ちょっとやられましたね、8、9は。アクセの選び方も今っぽいし、今っぽい。おしゃれ、おしゃれ。服が好きなのかな。そうだね。服がよじゃないとちょっとそういうコーデはできないよね。確かに。最初ね。だって一歩間違うとめちゃくちゃやぼったくなりますからね。確かにそうですね、これ。写真だとすごく堂々として見えるんですよ、仕上がりだけど。現場の感じはすごい緊張してて、でもそれが写真に出てなくってっていうところもすごくいいなって。あと下で撮影してるのをたまたま見た時にお洋服を着てすごい嬉しそうな顔をしてたので、やっぱおしゃれ好きなんだなっていう。8位、松原由紀くんです。前回13位で赤バッジという結果だったので、今回1位という順位があって、率直に安心して嬉しいです。ファッションとかには興味あったんですけど、実際撮影できた衣装という系統とかあんまり着たことなくて、で初めてそういう結構ちゃんとしたなんかおしゃれっていうかそういう系統を着たので、結構なんかテンション上がってなんかめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてるので、でもそういうところでなんか喜んでたっていう評価をもらえたのかなっていう気がします。では、それで第7位の発表です。本当に赤バッジかもしれないなっていうのはそこら辺からもうずっと震えながら見てました。撮影の時にはあんまり迷いがない感じだったんで、それが良くもあり悪くもありというかとこも若干あったりはすると思うんですけど、多分もっともっといろんなものがあるというかいろんなことがあるって考えると、逆にそれを疑ってほしいですね、自分で。じゃないと止まっちゃうというか。
7位が長尾光大君です。7位が長尾光大君です。悔しいですね。ちょっと今回の審査は僕も自分的にチャンスだと思っていて、すごい力を入れてゴールドバッジ取りたいなと思っていたので、半分なのでちょっと素直に喜びはしないんですけど、もっと頑張っていきたいなと思いました。ありがとうございました。やっぱり自信もありましたし、今回のこの審査にこうゴールドバッジを狙いたいという気持ちがこうミッション1よりも強い気持ちがあったので、その分7位という数字にちょっとショックは大きいです、正直。もうキャラクターがちゃんとあって自分の見せ方 A も分かってて、 B に関してはキャラクターとは少しだけ違うことを多分要望したんですけども、結構対応できたかなって、すごくよく自分のことを分かってると思うんで、よく言えばすごいもうプロ意識というかがもうある感じがしました。長谷川優也君です。長谷川優也君です。すごく今映像もあったみたいにいろんな人から意見をいただいてこの順位をいただけたっていうのは多分僕の中で自信にもつながると思いますし、もうちょっとみんなにかっこいいところを見せていけたいなっていうふうに思いました。でも本当にこの順位は嬉しいです。ありがとうございます。全然良くなかったんですよ。セルフプロデュースのところを特にそのプロの方に撮ってもらった方はプロの方に撮ってもらったからカバーできてたんですけど、セルフプロデュースのやつがびっくりブスで、本当になんかこんな写真こんな大丈夫と思って、なんかこれ僕の写真じゃないよねと思ったぐらい、なんか僕的に良くなかったですね。今回出来栄えがあんまり納得はしなかった、満足はしなかったです。力が一番抜けてましたね。目の表情が一番良かったっていうか。普段のおしゃべりしてるキャラクターとはまたカメラの前でシャッター切る時にもう目の使い方が全く違った印象です。確かにキャラクターとすごいギャップありました。ギャップありました、カメラの前に立ったら表現できるみたいな、そういうポテンシャル持ってるのは結構言うことなしって感じではありましたね。高評価でしたよね、みんなずっと。5位が三林光栄君になります。はい、三林光栄君。ありがとうございます。いかがですか？めちゃめちゃ悔しいです。こう3つ落ちちゃったっていうのがやっぱすごい悔しかったです。こう自分的にはこう分からないながらもやっぱりこうミッション2に関しては結構やりきれたっていうのはあったので、なんかそれでやっぱりそうゴールドバッジが取れなかったっていうのがやっぱちょっと悔しかったです。ヘアメイクも最初撮ってた前半から後半はガラリとチェンジして、こういった今の最初の仕上がりに変えたんですけど、ここまでガラッと変貌してもかっこよくなったなっていう印象ですね。すごくはっきりしてたんですよ、彼も自分自身の見せ方を。多分ここの中で一番自分の世界を持ってる気がしたんでよかったです、その変化具合。多田亮太君です。多田亮太君です。まあでも前回から順位は着実に上がってきてはいるので、最終では絶対に3位以内で
3位以内に入れるように頑張りたいです。ありがとうございました。ゴールドバッジが欲しくてずっと、もう本当に残すところあと4位で1個のところで呼ばれちゃったので、いやめっちゃ悔しかったです。なんかもう本来ならば喜んでもいいのかもしれないんですけど、全然なんかもう悔しさの方が勝っちゃって、もうちょっとっていうかあと1つだけでも上だったらバッジつけれたのになという。第3位の発表です。宝が呼ばれなくてもうめっちゃ大焦りしてて、もしかしたらっていうことがあるんじゃないかと思って、自分が11位で12位の子が変わっちゃったらもう入れ替わってもいいなっていうぐらいの気持ちで本当に落ちてほしくなかったので。ポテンシャルはあるなと思って、ただセルフで選んでる自分の感覚と多分自分の個性とが少しギャップがあるのかなと思ってたんで、そういう意味でももっと自分の可能性を信じた方がいいですね。本来は全然もっと出せると思うんですけど、ドタバタした状態での撮影だったのがなんか最初の方はもったいなかったなっていうのを思いました。シャッターを押すごとにポージングが一個一個全部変えれてた印象があります。ちゃんと全部ポージング変えてたのは良かったですね。3位が高橋愛希くんです。高橋愛希くんです。第3位おめでとうございます。ありがとうございます。こういう雑誌の撮影とかはファンの方とかを増やしていくチャンスなので、もっともっと研究して自分を知って自分を磨いてもっと、かっこよくなって撮影してもらえるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ポージングとかも分からなかったんで、なんかとりあえず自分が踊ってるつもりでシャッター変わる切るごとに自分もちょっと動き入れて変えようと思ったのが、そこは意識してたんで、そこを高評価してもらえたのがすごく嬉しかったです。なんかちょっと踊ってる感じのイメージはで撮りました。どういうことを見せたいのかなとか、どういう意識で選んでるのかなっていうのが、彼はすごくこういう絵にしたいみたいなのがこう分かってる感じで選んでたんで、そういう面ではいいなと思いました。こちらからこういう感じで撮りたいって言ったらもうそこにブレないでそれを出せるっていう感じだったので、よかったなっていう印象しかないですね。もっと今後もいっぱいポージングとかいろいろ経験で積んでったら、なんかいくらでも伸びるっていうか。上野園京成くんです。はい。上野園京成くんです。はい。練習中とかにつけてるメンバーを見て羨ましいなと思ったりとかすることが多かったので、でもまだここで油断せずにもっと頑張って次もゴールドバッジを取りたいと思います。正直喜びがちょっと湧き上がってきちゃいましたね。もうまさかゴールドバッジをもらえるとは思ってなくて、なんか撮影が終わった日にミッション2が終わった時に愛希くんとか広大とかに1位あるよって言われてて、で結構自分の中で「いやそんなことないよ」って言ってるんですけど、正直期待してたんですよ。あれ1位と思ってたんですけど、普通の人から見たら多分ゴールドバッジでなんか「あ最高じゃん」ってなるんですけど、やっぱ取れるならやっぱ1位を取りたかったっていうのはあるんですけど、まあ今の順位にはちゃんと感謝して素直に受け止めてます。では、いよいよ、第1位の発表です。結構安定感はあったなっていうふうに感じていて、一定のレベルで、はい、A も B も大差がないってことはもうどちらも見せ方分かっていらっしゃるし、私たちが見せたかった一面もちゃんとそのまま出せているかなって思います。ダントツでしたね。一番枚数ですから。そうなんだ。1位が松田宝くん。
タカラが呼ばれた時は一番喜びました。自分も嬉しかったです。もうタカラが頑張ってる姿を僕もずっと見てきたので、一緒に頑張ってデビューしたいっていう気持ちもあったので怖かったです。まさかこれ脱落と思ってしまって、でも絶対に脱落してほしくないなっていう思いがあったので、1位で呼ばれた時はもう本当に素直に嬉しくてちょっと泣きそうになってしまったんですけど、とりあえず大変ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、今本当に鳥肌と手のしびれが半端ないんですけど、とりあえずめちゃめちゃ安心しました。もう11位の時から正直早く呼ばれろ早く呼ばれろって思っていたんで。タカラくんが1位を取った時に自分がレッドバッジっていうのが確定した瞬間だったんですけど、ショックっていうよりはよかったと思って、パーティーしようと思いました取ったら終わりだったんで、最後残った時は本当に緊張したんですけど、この赤を金に変えたいっていう思いはずっとミッション1の後からあったので、もう素直に金が金じゃないような輝き方をしてました。自己プロデュースのちょっと攻めた裸足と裸にジャケットをやる前はずっともう悩み続けて、もう上で20分ぐらい叩いたんですけど、実はすごく焦ってます。そろそろメイク入りたい。2連続赤でやばい。その攻めた結果が本当にいい方向に出たので、まあ結構チャレンジしてみることも悪くないなっていうか、ずっと練習生あと2人は結構上位とか、最初の審査から上位1位2位で、自分は7位でだいぶ離されてて、またミッション1で赤バッジ取って、光栄は1位で1位じゃないゴールドバッジでまたずっと離されてたんで、そこで「はい」って言ったのは嬉しいですね。12位3人タイになりました。なるほど。ちょっと残念ながらなんですけども、得票が入らなくて、1人目が上原麻人君。可愛いキャラじゃない、多分違うなっていう。男の子ストリートボーイみたいなことでやっていった方がなんか意外といい感じにできそうだなって。顔が可愛いしできやすいと思うんですけど、それ以外にもできるんだよっていうことをやっぱ見せていった方が、自分でちょっと範囲を狭めちゃってるんですね。正直とても悔しいですが、これから文章やポーズなどを研究して上位に上がれるように頑張りたいと思います。写真を見返してみたら、なんか全然表情がうまくなくて、他の人とかだったら結構オーラとかが見えるんですけど、自分の写真見た時になんか違うって感じて、魅力とかオーラがなかったので覚悟しました。ちょっと可愛いキャラみたいな、ちょっと意識してたのは。寮のメンバーのみんなに初めて会う時の服装がなんか黄色いポロシャツみたいな、ドラえもんじゃない、のび太くんみたいな服装で行っちゃって、でその時から可愛いってイメージがついてしまって、なんだろう、そっからなんか錯覚してます。自分が可愛いなのかなみたいな感じで。2人目が松村慎一郎君。このイメージっていうのが強くありすぎて、逆に
どう見せようかなって、もうこれしか見せられないなっていう風になっちゃうなって。出来上がってるからじゃないですかね、ある程度、違う方に持ってきすぎてもうなんか違和感が出ちゃう。経験を生かして上位を狙いたい一週間なんですけども、結果バッジを取ることになってしまって、経験を生かそうとした結果、今まで積み上げてきたものを出そうっていうところでは多分自分で決まりきったものを出していったので、でもそれは経験で得た強みだと思って挑戦したんですけど、それが裏目に出てしまったのかなっていうのは、別に今までやってきたものが否定されてるってそこまでひどい感覚には陥ってないですけど、でもそれになんか近いものを感じたりだとかわかんないですね。いや迷走してるんですねきっと3人目が堀内博之くんになりました。彼の内面というかアイデンティティみたいなところをもっと素でも出せるように、なんか自分の中で決めるとき決めるではなく、普段から持っているものをずっと継続して出せるようなパワーがあればすごくいいなと思いました。カメラマンさんにずっと緊張をほぐしてって言ってもらってて、ミッション1の時から自分が目立とうとかいう気持ちがないみたいな。もっと目立つように自分で踊らないと勝てないです。もう勝負の世界なので。このミッション1の時にいただいた言葉とミッション2の時にいただいた言葉って結構似てるなって思ってて、それで自分自身がまだ結構緊張して普段から本番とかになるとそういう素の自分のパワーが出せなかったりしていたので、そういう意味で結構納得しました。今までの自分と重ねてみると。一応、これでミッション2の結果発表以上になります。いや本当にもう安心感でしかなくて、あの時は僕と藤野君はその時はもう脱落がもうなくなったっていうことで、もう安心の握手をしました。安心の握手をもうとにかくちょっと気持ちが高ぶっちゃって、はい、はい、こう練習生時代から一緒にやってきたので、本当にタカラはすごい心配だったので、本当にこれでこう全員でまたミッション3にこうみんなで挑めるっていうのはやっぱり素直に嬉しいです。赤バッジを取りたいというわけでもないし、本当に複雑ですね。なんかミッション2とかで誰かが落ちちゃうのかなとか思ってたんですけど、なんだろう、本当に14人でミッション3でパフォーマンスできるっていうことが幸せっていうかありがたくて嬉しいです。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。おはようございます。お願いします。失礼します。おはようございます。お願いします。おはようございます。今日はミッション3の発表をしたいと思います。ミッション3はオリジナル楽曲評価になります。これが皆さんにとって最後のミッションとなります。この最後のミッションではこれからデビューするグループのコンセプトだったり世界観、カラーに合うかどうかを見ていきます。この楽曲のタイトルが「パーフェクトラブ」という楽曲になるんですけれども、私が作詞作曲編曲をした曲で候補生たちのことを思いながら書いた楽曲になります。ただの恋愛の曲ではないです。君と僕だけの世界観の、曲ではなくて、
例えば「君」っていう部分を夢とか自分の理想とか目標に変えていった時に全く違う色を持つ楽曲になります。この曲を心から表現することができるか、あと世界観に入り込んで自分が主人公になれるかどうかっていうところがキーポイントになってきますので、候補生たちがどういう表現をするのかとても楽しみにしています。ちょっとなんか悲しい感じなのかな、ちょっと恋愛のなんかこの虚しさみたいな感じの曲なんですけど、ちょっと大人なかっこいいおしゃれな曲だったので、イントロとかは結構爽やかな感じで、日本語に訳すと完璧な愛ということで恋愛ものの曲なのかな。このオーディションの過程で感じる感情とかをこう披露することになるのかなって勝手に予想していたので、ラブソングで驚きました。すごいなんかキャッチーな感じで、流している時も口ずさんでしまうぐらい。ミッションさんは2チームに分かれてパーフェクトラブをパフォーマンスしてもらいます。それではチーム分けの方法について説明をします。まずはミッション2でゴールドバッジを取った松田くん、上野園くん、高橋くん、前に出てきてください。ゴールドバッジの得点として松田くん、上野園くんにはチームのメンバーをドラフトしてもらいます。どの基準で選ぶのかは自由ですが、高橋くんを除いた11人から選んでください。5巡目まで終わった時点で高橋くんともう一人のメンバーが残ることになります。ゴールドバッジを取った高橋くんにはどちらのチームに行くのか、どちらのチームを選ぶのか権利が与えられてます。すごいびっくりしたのと、これ選ぶの多分大変だろうな、僕は選ぶ側最後に選ぶ側だったんで、最初に選ぶ2人は大変だろうなすごく思いました。そんな風な予想はしていたんですけれども、いざ自分が選ぶとなると、なんかもう全員がいいメンバーなので、もう誰を選んでいいか分かんなくて、最初すごく辛いなんかメンバー選びだなっていう風に最初感じましたね。それでは松田くんから1人目のメンバーを選択してください。はい、1人目のメンバーは三林くんです。でも一番最初にその高にやっぱ選んでもらえたのはやっぱ嬉しかった。ミッション1がやっぱ本当3人とも違うチームだったので、やっぱその練習生と同じチームになりたいねみたいな話はしてたので、まあ一緒にやってきたっていうのもあるんですけど、やっぱりボーカルがすごくいい子なので、いい人なので、まあチームに1人いたらチームの底上げもできるし、チームとしていいものが作れるんではないかなっていうのを思っていたので選ばさせていただきました。決まりました。1人目のメンバーは宮沢亮太郎くんです。まあ、やっぱりグループで圧倒的なセンター感っていうものとか、宮にしかない雰囲気とかを持ってるので、絶対に最初は欲しいなと思って宮を選びましたね。一回春を告げるの時にミッション1でちょっといざこざだったりとか言い争いはあったんですけど、そこから一回言い争いをしてからどんどん仲良くなっていってっていう感じで、どっちに選んでもらっても嬉しいなと思ってて、なんかでも宝は最初に光栄を選ぶ気がしてたんで、きょうちゃん選んでくれないかなと思って、きょうちゃんが選んでくれてめっちゃ嬉しかったです。ちなみに宝君言ってたけど、はい、宮沢君も選ぶつもりだったらしい。
本当ですか？要は練習生の3人でやりたいです。僕もそれは確かにちょっとは思ってて、なんか1回ぐらいは練習生3人揃ってチームになってやりたいなと思ってて、叶わなかったですね。デビューしてもし3人でできたらいいなって思います。2人目のメンバーは上原麻人君で。ダイスのミッション1の時に表情の管理だいぶ自分が思ってる予想以上のことをやってらっしゃったので。2人目のメンバーは松原優輝くんです。優輝はもう正直ダンスっていう面でも絶対に必要だと思っていて、あと相手の選ぶ人が宝だったので、うちもメインラッパーがちょっとインパクトのある子が欲しいなっていう意味で、選んで。3人目のメンバーは長尾くんです。ステージに立った姿がすごく魅力的というか、そのチームはなんか花があるように見えるというか、一人いるだけで花が。3人目のメンバーは長谷川優也くんです。本当に明るい性格で長谷川優也は絶対必要だと思って長谷川優也を選びましたね。なんだろう、ダイス組の時も僕あんまりこう活躍できたっていう気がしていなかったので、なんでここで僕なんだろうっていうふうに思いましたね、素直に。4人目のメンバーは松村君です。一番最年長なんですけど、気軽にいろいろおしゃべりも悩みも相談とかしてくださっていたので、めちゃめちゃ嬉しかったです。タクラとまたできるのが本当に前回悔しい思いしたので、リベンジっていう形で、もう一回タクラと一緒に挑めるって思った時は嬉しかったです。4人目のメンバーは都築優也くんです。経験豊富な頼れる先輩みたいな感じのキャラだったりとか、あとチーム内の練習とかを上手に進めていける存在だったので。5人目は藤野君でお願いします。5人目は堀内博之君でお願いします。春を告げるのメンバーが今回5人中4人いるんですけど、迷惑をかけてしまったメンバーと一緒にもっと高め合いたいなっていう思いもあってヒロを選んで。5巡目まで、今行きましたので、残ってしまった多田くんは自動的に高橋くんが選ばなかった方のグループになります。上野園君がメインボーカルを狙ってたので、僕は選ばれないっていうのはもともと分かってたんですけど、宝が三林君を選んだ時に三林君もメインボーカル枠だったので、もうその時点でなんか僕が行くところがなくなっちゃって、なんかもう残るんだろうなっていうものはあったんですけど、いざ残ってみたらなんかめっちゃ悔しくて。高橋くん、どちらのチームに行くのか選択をしてください。僕が選ぶチームはこっちのチームです。もともと一緒に練習していたメンバーが多かったので、すごくやりやすいのかなと思ったのもあったので、そっちに決めました。多田くんは、松田くんのチームになります。はい、ここでチーム分けが終わったところで、それぞれにチーム名を授けたいと思います。上野
細野くんのチームパーフェクトチームになります。松田くんのチームラブチームになります。最後のミッションになりますので、自分の魅力を最大限発揮していいステージにしてください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。すぐにもう全員がどのパートでもやっていけるぐらいの実力とかポテンシャルを持っているので、ダンス強いなっていうのはすごい感じて、やっぱり勇気と愛樹くんがダンスうまいので、なんか2人いてセブチ組でもやっぱうまかったので、いやこれ来たなっていうのはちょっと思いました。平和というかチームワークを重視して選んだっていうふうに言っていて、そこに加えてもらったっていうのはすごいありがたいことですし、みんな魅力のある声とかスタイルがあるので、本当に楽しみな7人が集まったかなというふうに感じています。やりたいと、はい。心の扉を So perfect love Oh baby So perfect love Oh baby めっちゃいいです。的には恋愛の要素が多いんですけど、これを皆さんに送ったのを知ってほしいな。